小野克樹です。私は原因不明の進行性の神経疾患で寝たきりですが、ベッドの上から頭のスイッチ一つで数千行のコードを書き、様々なプロジェクトで AI のモデル開発に携わってきました。また、障害者のテクノロジー活用に取り組むべく、自分で会社を起業し、代表を務めています。東京大学の松尾研が開催する大規模言語モデル AI のコンペで、知り合いました。小野さんはそのコンペのリーダーの一人。みんなに丁寧に接してくれるリーダーで、引っ張っていくっていうよりはどう思いますかとか意見を聞いて、でそれを採用していく。本日の議題、一番大きなものはこのプロジェクトボイスの改善に向けて小野さんに、オープンソースになったこともあるので、当事者目線でお願いできたらいいなと。プロジェクトボイスは発話や身体の動きに困難を抱えている人のために Google の基盤 AI である Gemini を使ってもっと早く少ない入力でコミュニケーションできるようにするためのテクノロジーです。テストユーザーを募集していた時が最初の出会いだったんですけれども、開発もご自身でなさってる人がいる、この方はすごいぞということで出会ったのが小野さんでした。簡単に進捗をご説明いただけますでしょうか。作業メモの方は我々もたまに見させていただいておりまして、支援機器のレベルでなく個人の能力を最大限に活かせるツールになると思います。プロジェクトボイスを使ってみて感じたのは、正しい日本語は予測してくれるけど、私らしい言葉は出てこないということでした。コミュニケーション支援って正しければいいってものじゃない。その人らしさが出なければ結局使わなくなります。だから自分の過去の5万件のメッセージを学習データにして AI がより私らしい言葉を提案するようにチューニングしました。例えばモデルっていう言葉は車のモデルがとかファッションモデルがとか、いろんなトピックでモデルって言葉が出てくるので、そういった幅広い予測をしようとするんですけど、ただ小野さんの個人最適化されたモデルを使うと、小野さんが AI エンジニアであるという文脈をしっかり考慮してモデルの精度がどうなっているかですとか、そういった文章が推薦されるようになるというふうに動作が変わってきます。AI がタスクを代行する際にも、その人固有のトーンや、ニュアンスを完全に保つことで、単なる情報伝達を超えた、アイデンティティの拡張と、社会変化が可能になると考えています。11回の試行錯誤を経て、家族が私が言いそうと感じるモデルができました。今日はどんなイベントです？すいません、イベントの概要を理解できていなくて、何でも大体一人でやってる家族でもあんまりよく分からないです。すいません。一人で暮らせない世の中っていうのはおかしいと思ってはいたので、なるべく自立できるようにしておこうというところで、障害者も甘えちゃいけないし、見てるこっちもやっぱり個性として見れるように双方で歩み寄るべきだなっていうところで子育てはしたんですが、気がついたらちょっとはみ出て、今何やってるかよくわからない状態になってしまってるというのが今現在の状態です。いろいろ企業的な活動はしていたんですね。ビジネスを起こす4年か大学院の時かちょっと忘れちゃったんですけれど、その辺でやってましてっていうところで AI が出てきてプログラム書けるようになったら、もういきなり面白かったみたいで。早速にはなりますが、小野さんのプレゼンテーションに移らせていただきたいと思います。私は障害の関係で発話できないため、合成音声でプレゼンさせていただきます。プロジェクトボイスで取り組んでいるモデル開発の内容と障害 ×LLM の可能性についてお話しさせていただきます。私自身でプロジェクトボイスを最適化してみて、大きな希望を感じました。私の体は何も変わっていません。でも AI を介すことで障害があっても自分の能力を存分に発揮できている。これは障害の克服じゃない、能力の定義が変わってきたと感じています。そのプロジェクトボイスというものが小野さんにチューニングをしていただくことで、そういった方が活躍していくというプラットフォームになれるんじゃないかなという可能性をすごく感じました。ものすごく新しいツールとか積極的に試されてるのすごく感銘を受けたんですが、その活力ってどこから来てらっしゃるのか。楽しいことです。
障害者ができないところを AI が補う世界を彼は夢見てはいるので、そういった意味で一番やりたかったところになるんじゃないかな。それが私にしかできないことであるって思ってらっしゃるんじゃないかなと思います。小野さんのそのやりたいことを持ってるって私から見えるんですけど、そういうのが羨ましい、ポジティブさっていうのをこう教わった感じですかね。私は入力に困る当事者だからこそ、何が壁でどう変えれば表現が自由になるかわかる。同じ困難を持つ人に届き、その人の世界が少しでも広がっていくことを願っています。